YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。8月18日日曜日、本日は無風の変わり場です。早朝の変わり場はとってもいい天気なんですけど、どうもね、夕方から雨が降るという予報が出ておりまして、若干湿度が高めな気がします。イチジクのドルフィンちゃんには新しい葉っぱは生えてるんですけどね、実はなりませんね。毎年1個2個ぐらいは必ず実ってたんですけどね、実がならないのは初めてです。以前ヒメシャラのこの節のところからハンモックの紐が飛び出してたんですけどね、とうとう木に飲み込まれてしまいましたね。たまにはチョロコさんもブラシいかがです。Alaishi Sugit Shah Dechitawa 興奮するとウレシャーが出るタイプ。Wuli Shan Matani Iwan Ideo チョロコさんののどごろ音が爆音で草。Koli Bakaliwa Sagyo Deki Naiwa Kimochiga Ekala Moto Yalanasai ラジャー。ローリングで裏側も最速ですね。Taylor Wazu Lawasanai Yuno Cholokoyo さすがですねチョロコさん。Desai Noyo Konmo Cholokomo Sinan Yana Yoshihiko Honmani Masunan Anabokuna Mesiniko Hajimit Matawa で、ミーチョさんがそれ言う。多分まだミーチョさんがヒエラルキートップですよ。Hona Meshikuoka You're too sliding. Nanjia Wali Kisoboki Ga さて本日の早朝パン粉ね。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 84% です。今回も前日にすべての材料をタッパーの中にセットして冷蔵庫で寝かせておきました。一晩冷蔵庫の中でね、グルテンもすくすくと成長してくれたみたいで、冷蔵庫から取り出したこのパン生地セットをね、こうやって2分ぐらいこねるというより合わせる感じでまとめたら一次発酵させます。本日もフライパン湯煎発酵システム、そして発酵の間ババアは買い物へ。ババアは今ヨシヒコに襲われてます。買い物から帰ってきたらこんな感じ、いい感じに発酵してますね。そしたらパン生地を上に引っ張って落とすような感じでね、ビロビロと生地を折りたたんでいきます。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。高加水のパンなのでパン生地もこんな感じでベッタベタなんですけどね。今回のパンはチャバッタといってイタリアのパンになるんですけど、成形をほとんどしないパンなので、どれだけベタついててもね、ババアは余裕しゃくしゃくです。そして玉ねぎアレルギーのババアが玉ねぎをすりおろしています。チャバッタのおかずは何にするのかというと、タンドリーチキンにしようかなと思います。目のね、痛みとかかゆみと戦いながらババアは玉ねぎと格闘しております。そして超目玉品の鶏胸肉、本当は鶏もも肉を買おうと思ったんですけどね、もも肉の隣にこんなもん置かれたらね、買うしかないですよね。鍋の中にすりおろし玉ねぎと鶏肉を入れて、その中にヨーグルトを入れます。あとは適当に調味料、合法パウダーを適量、そしてケチャップも適量、生姜にんにくオイル控えめ。今日ね、旦那が鬼塚アコースティックライブで歌うらしいので、にんにくは軽めにしてみました。その中に醤油を一回しとカレー粉を適量ばっかりですね。全然測ってないのですいませんね。バター入れるの忘れてた。これをよーくかき混ぜて揉み込むような形で小1時間ほど寝かせます。
それではチャバッタを作っていきましょう。ほぼほぼ泥のような生地。この生地のね、ガスを抜いてしまわないように優しく優しく、こうやって生地を折りたたみながらね、重ねていくと表面もツヤツヤになってきます。そしたらこの生地を台の上にひっくり返します。この時もね、優しく優しくそーっとタッパーから外します。普通ならね、この段階から生地をカットして成形を始めるんですけど、このチャバッタに関してはね、もうほぼ切りっぱなし、成形が必要ないんですよね。今後ろで義彦が悪さをしているのでね、慌てて止めに行きましたけど、こんな感じで生地もプルンプルンなので、手粉はたっぷりとつけて生地を切り離していきます。こうやって手粉を振りながらね、生地をカットして中央にちょっと寄せ集めるみたいな作業をしていくうちに、不思議とね、なんかいい形に整ってくるんですよね。パン作り初心者さんでね、水分量が多めのパンを作りたい方は、このチャバッタ超おすすめです。この台の上に散らばってる粉を寄せ集めながら、噛んじゃった。寄せ集めながらプルンプルンに生地をまとめていきます。それではオーブンで焼いていきましょう。パン生地に触る時間が少ないのでね、チャバッタを焼きながらいろんな他の作業ができるので、時間がない時にはとっても便利なパンです。180度の上下ヒーターで50分、焼き目を見ながら温度を下げたり、天板を下段に移動させたりしました。1時間しっかりと漬け込んだチキン。これをアイリスオーヤマ圧力鍋の鍋モードで煮込んでいきます。あとはタンドリーチキンに乗せるトッピングをいろいろと準備していきます。農家さん直売コーナーでね、このししとうがあるとつい嬉しくて買っちゃうんですよね。人気があるのかね、それともね、空前の今ししとうブームが到来してるのかわからないんですけど、結構ね、店頭にない時が多いんですよね。ししとうはこうやってね、フォークで穴をぶっ刺すだけで種ごと食べられるのが楽ちんでいいですね。こちらは焼きししとうにします。味付けは塩をね、ちょっと上からパラッとかっこいい振り方で振って、フライパンに押さえつけながら焦げ目をつける感じで焼きます。トッピングししとうが完成しました。あと実は密かに裏でね、レンチンをしていたじゃがいもと人参、これをバターと絡めます。もうこのじゃがいもと人参に火は通ってるので、本当にね、バターを絡めるだけの作業なんですけど、味付けは合法パウダーです。しっかりとバターを絡ませたら、じゃが人参の完成です。なんとなくちょっと仕分けなんかしちゃったりして。あともう一品欲しかったので、常に切り置きしてある野菜を使ってコールスローサラダ的なものを作ろうと思います。今サラダの発音怪しかったですよね。どうもね、ラ行が苦手なんですよね。これも年のせいでしょうかね。トマトも切って混ぜちゃおうかな。サラダにも万能の合法パウダー、そしてマヨネーズ。しっかりと混ぜたらサラダも完成です。映えプチトマト。タンドリーチキンもいい感じに煮込まれてきました。部屋中がカレーの匂いで充満してます。思い出したかのようにトッピングウインナーも焼いてみる。そしてスイーツも作っちゃおうかな。パンを焼いてる間やることがないのでね、どんどんと品数が増えていきます。このコーヒーゼリーはイナーガーを使って固めてます。最近私の血糖値の調子がとても良くて、
そのコントロールできてる原因がこのイナーガーなのかね、ビワの葉茶なのかよくわからないので、2つとも摂取し続けてます。タンドリーチキンも完成しました。なかなか美味しそうな色ですね。旦那がどれだけ食べるかわからないのでね、旦那によそってもらってるんですけどね、この控えめなよそい方を見る限り、彼はこのタンドリーチキンを鬼塚ライブが終わってからの打ち上げ要員にしようかと考えているようですね。トッピングもなかなか控えめに乗せてますけど、おそらくこのトッピングも夜の美味しいおつまみになるんでしょうね。実はね、カレーのルーも買ってきてるので、私の予想ではね、このタンドリーチキンの中にトッピング具材も入れつつ、カレーライスとしてね、転生されるんじゃないかなと思います。私の予言はジョン・タイターより当たるのでね、間違いないと思います。茶バッタもこんがりと焼けました。最後の15分は160度に下げて下段で焼きました。パンが熱いので旦那し召喚。切りっぱなしの茶バッタかわいいですね。冷蔵庫で冷やしていたコーヒーゼリースイーツ。ホイップクリームを絞ってココアパウダーをのせました。最近この組み合わせドハマり中です。完成しました茶バッタとタンドリーチキン。コーヒーゼリースイーツもね、それではいただきましょう。またババアは間違えましたね。これコーラを買うべきでしたね。コールスローサラダ的なサラダ。やっぱラ行苦手なんですよね。サラダ。野菜を切り刻んでるのでね、たくさん野菜が摂取できていいですね。ベジファーストで野菜を先に食べて血糖値の上昇を抑えましょう。なんかパンのバランスが悪かったのでね、対角線上のパンを取りましたけど、これがね焼きたてだったので熱くて熱くて、このぐっと指に力を入れてパンを裂きたいんですけどね、パンが裂けない裂けない。ババアがパンと格闘している姿をとくとご覧ください。最初にナイフで切っておけばよかったな。指先の肉の分厚いギター弾き登場。サンキュー旦那氏。低温でじっくりと長時間焼いたので、しっかりと中まで火が通っててふわふわに焼き上がりました。まだ熱い。こんなもんね、よくちぎれるなと思うんですけどね。苦労してちぎったパンをタンドリーチキンのカレーに浸して食べる。これが至福なんですよね。鶏肉も漬け込みの時間を長く取ったので、とても柔らかくできました。残暑厳しいこの時期にカレーってね、絶対相性いいですよね。そしてババア一押しコーヒーゼリー。これね、毎回食べてるんですけどね、美味しいんですよ。血糖値コントロールができつつなお美味しいっていうね、イナーガー神食材です。ということで美味しかったです。さようなら。